はい、皆さんこんにちは。クエスタの大村です。今日は令和7年度福井県立高校入試、学力検査問題数学 B、大問5の解説をしたいと思います。はい、まず問題の解説に入る前にですね、数学で図形の問題を解くにあたっての、心構えというか、頭の使い方ということについて一つお話ししたいと思います。まず、一つ頭に置いておいてほしいのは、図形の問題で出てくる条件というのは、問題を解くために全て使うということです。だから考えに行き詰まったときは、使ってない条件ないから、条件に隠されてる、例えば図形の性質ね、二等辺三角形の性質とか、ひし形の性質とか、条件に隠されている、前提というものがないかっていうのを考えると係の一つになります。で、あともう一つ、頭に置いておいてほしいのは、この県立の問題の場合は、この場合は小問が2つあるわけなんですけど、前半の問題の答えとか考え方が後半の問題のヒントになっている場合が多いということです。まあ、多いというかもう、ほぼ100%に近いと言ってもいいです。前半の問題の答えとか考え方が後半の問題を解くためのヒントになっているっていうことが多いです。なので、まあ、図形の問題を解くときはですね、この種類の問題に限らず、どんな問題でもその2つの点を頭に置いておいてもらえると、考えるとっかかりになるかなと思います。あと、実際解いていくときの考え方なんですけど、その分かっていること、この図とか問題文を見て分かっていることを出発点にするというのではなくて、この問題で目指しているゴール、証明問題だったら結論だし、まあ、辺の長さとか面積比の問題だったら、まあ、その、ね、長さとか面積。このゴールの方を出発点に考えていくようにしていくと、難問でも解けるようになります。はい、じゃあちょっと前置きが長くなりましたが、実際の問題の方を、一緒に解いていきましょう。はい、右の図のような台形 ABCD があり、AD 平行 BC である。また、3点 ACD を通る辺と辺 AB は点 AB と異なる点で交わり、その交点を E とする。この時次の問いに答えよ。三角形 ABC 相似三角形 DCE を証明せよ。問題文に書いてある問題の条件を普通に書き込んでいきます。この問題の場合は、これだけですね。AD 平行 BC。はい、で、まあ、1個頭に入れておくといいかなというのが、この平行という、こういう条件が出てきたときね、こういう場合は、まあ、ほぼ確実に錯角か、同位角、これを使うなというふうに思っておいてください。この平行っていうふうに書いてある場合以外にも、台形とだけ書いてある場合もあるし、長方形とか正方形とか、平行四辺形みたいなパターンもあります。はい。で、問題のゴールを確認します。問題のゴールは ABC 相似、C です。問題のゴールから考えるというのは、その現時点で揃っているもの、現時点で揃っているものとゴールをこう並べて、あと何が揃えば解決できるかなというのを考える。問題の場合は、これ、円というのも、これも、まあ、ある意味問題の条件です。だからこれが、この A、C、D、E が、これが、円周上の点であるっていうことね。これと、AD 平行 BC、これは絶対に使うなという、そういう、頭で、問題を解き進めます。で、
証明しようとしている図形はこの図形と、この図形です。この円周上の点、この ACD がこの円周上の点っていうところから、一つわかることがあります。円周角定理ですね。習ったばっかりだと思いますけど、円周角定理で、この角度とこの角度が同じっていうのはもうすぐに、言えるなっていうのがわかるわけです。で、ゴールが相似の証明で、一組の角度が同じっていうのが分かってるってなったら、あとは何が揃えばいいかなと考えます。で、そうすると、あともう一つ等しい角度が見つけられれば、それで証明できるなというふうに考えられるわけです。はい。で、まだこの問題の条件のこれね、平行まだ使ってません。だからこれも、おそらく絡んでくるだろうなという、そういうふうに、推測を立てることができます。で、この問題に出てるこの AD 平行 BC から、この図だと、まず錯角が絡みそうだなと。この角度と、この角度は錯角です。錯角で等しい。でただ、この角度とこの角度が一緒だということが言えてもしょうがない。この角度と、一緒だということが、言えないとしょうがないわけですよね。で、じゃあどうしようと思ってこうやって、この2つの錯角と、この角度を見ると、この角 DEC、この角は、この弧 DC、CD でもいいですけど、この弧に対しての円周角です。で、この DAC、これも、この弧 DC に対しての円周角です。だからこれとこれが同じっていうことが言える。で、この角度はこの角度と錯角なので、これで間接的にこの角度とこの角度が等しいなということが言えるので、これで、証明ができます。はい。じゃあ、あとは回答を書いていくだけなんで、ここはもうちゃちゃっとやっちゃいます。三角形 ABC と三角形 DC。まずね、最初に見つけたこの円周角を C に対する円周角から A 角 CD か、どっちもいいけど、EDC。で、これ対応する順番、に書くように気をつけてくださいね。EDC と書いたので CAB というふうにしたいから CAE ですね。で、各 EDC をCAB がこう CD 円周角各 CD C で、ここで平行が出てきます。AD 平行 BC よりが等しい C から、C イコール BC で、2、3、C イコール BCA。これで、あとは相似条件と結論を書いて終わりですね。4、それからそれぞれ等しいから、最後ね、結論。三角形 ABC 相似、三角形 DCE で、証明を。はい。で、一応最後にこれちゃんと対応する順で書いてるかどうか確認してくださいね。はい。EDC、EDC、C、CAE、AEDC、C、CAB、CED、CED、BCA、OK。はい。これで完成です。はい、次、括弧2の、いきます。さらに点 E を通り、直線 BC に平行な直線と辺 ACDC の交点をそれぞれ FG とする。点 E が辺 AB の中点で、AB 対 DC イコール8対7の時、次の問いに答えよう。三角形 ABC の面積を S と置くとき、
3×DEG の面積を S を用いて表し、次の括弧に書き入れよう。またその求め方を言葉や数式などを用いて説明せよ。はい。はい。まずこれ、比が出てきました。比が出てきたし、直前でこれ相似の証明やってるんで、まずこれ使うなというふうに考えます。で、この問題に書いてあるね、この図形とはまた別に、この対応する順で、形はどうでもいいんで、適当にこうやって三角形を横に書いておくっていうのも一個コツです。なんでこれ書くかっていうと、この相似な図形、相似とは言っても、向きが、変わってたり、裏返しになってたりっていうことがあるんで、この辺とこの辺が対応してるなっていうのが、図のまんまだと分かりにくい場合が多いです。なので、この相似が出てきたら、この形はどうでもいいんで、この対応する順番で三角形をこう書いて、横に並べておく。一個、コツです。はい。で、ね、AB 対 DC イコール8対7。AB が8で、DC が7。はい、これちゃんと対応する辺になってますね。対応する辺。で、これ対応する辺が、こう8対7ということは、三角形 ABC と三角形 DC のこれ相似比が8対7というのがわかります。はい。で、相似比が8対7ということは、面積比は、面積だと、まあ、底辺と高さ、掛け算が2回入るので、面積比は、8の2乗対7の2乗ですから、64対49、となります。で、ね、このの問題、3×DEG の面積を S を用いて表す。S というのが 3×ABC の面積、DEG の面積を表す。DEG はさっき、相似を証明したこの2つの三角形、この2つの三角形の DC、この DCE の一部分、ここが、今回の目的の三角形です。で、これ問題の条件で、新たに出てきたのが、点 E が辺 AB の中点、というのと、ここね、直線 BC に平行な直線と、辺 AC、DC の交点をそれぞれ FG とする。この FG が平行ってことだね、この BC ね。で、ね、この部分の面積、これが、この ABC に対して、どれだけの比になるか。まずこの、今、ABC と DCE、DC、これの比は分かりました。64対49です。で、この DEG というのは、この G が DC の中点です。中点ね。中点ということは、この頂点を、通って、この底辺を M 対 N に分ける、点とこう結んだ場合っていうのは面積は M 対 N というふうになるというふうに決まってますので、この三角形 DEG、これと三角形 EGC の面積がこれが同じだなということが分かります。なので、この三角形 DEG は、三角形 DCE の半分ということになるので、ね、この DC の方が半分になるということは、この比で言うとこっち側がでかくなる。ねこっちが半分になるっていうことはこっちが2倍になるということなんで、128対49。で、この ABC と、DEG、これが128対49っていうことは、ABC を S としたときに、DEG はどう表せるかなので、この128側からこの49側を求めるということです。三角形 DEG は28分の 49S と求められます。はい。
なかなかすごい数字が出てきましたね。この128分の 49S。はい。で、まあ、これもね、いつもの例に漏れず、これが次の問題を解くためのヒントになってます。で、あと、もう一個これ覚えておくといいかなということが一つあります。この平行な直線、平行な3本の直線が出てきて、それがこう、ね、1本の対角線にこう分割されて、この三角形になっているという、こういうタイプの問題。この片方の三角形側、ここを起点に、ここを取っかかりにして、もう片方の三角形の、この辺の長さだったり、面積だったりを、求めていくっていうパターンの問題は、割とこれ、お約束のパターンです。だからこの平行線3本出てきて、この対角線でこの三角形に分けているような、こういう図形を見たら、まあその問題での問われ方にもよりますけど、片方の三角形からもう片方の三角形を求めるというやり方ができないかどうかっていうのは、一回考えておいて損はないはずです。はい。では、AD 対 BC を最も簡単な整数の比で表せ。この問題は、今まで話してきたような頭の使い方とか、ね、よくある問題のパターンだったり、考え方、これがないと非常に難しい問題かなと思います。ですが皆さんは今こうやってね、問題を解くときのコツ、ね、問題のパターンなんかを今学びましたので、この状態ならまあまあ解ける問題にはなっているはずです。はい。で、AD 対 BC、ここの比を求めなさいという問題です。で、これ、ね、この3本の平行線があって、それを2つに分けた三角形がこれ出てきている問題で、もう片方の三角形のこの辺と、もう片方の三角形のこの辺の比なんで、これはもしかすると考えてで、この手前の問題で、この ABC、これを S と置いてます。一回ね。これを S と置いてます。また、この DEG を S を用いて表すことができています。ね。で、これはもしかしてと。ここを S にして、これを取っかかり、この面積の比だったりっていうのを求めてきてる。もしかすると、こっち側の三角形、これももしかして S で表せないかなと。で、こっち側の三角形を S で表せたら、この高さが共通なんで、この部分が両方とも高さなんで、高さが共通なんで、この面積を S で表したら、面積比がわかります。で、面積比がわかると、高さが同じなんで、そのまま、その面積比というのは、ここの辺の比になるわけです。でも、ここまで来れば、もう解けたも同然。ね、ABC、ここを起点にして、求めています。これがまあまあめんどくさいんですけど、ね、ここでわざとらしく出てきたこの128分の 49S。これ、直接ここの面積を求めるっていうことにはどうもなんか使えそうな、感じがしません。だけど、ここ中点でこれ半分に分けてるんで、ここも同じ面積でしたよね。この部分。この部分だから、ここも、DEG と同じように128分の 49S というふうに表せる。でなんですけど、ここで中点連結定理があります。この E と G、これは、ちょうど中点のところにあるんで、ここの辺ね、なんかだんだんごちゃごちゃしてきたけど、ここの辺も、これ AB と AC の中点を結んだ線になるわけです。で、これ中点同士を結んだ線なので、EG は EF はこの BC の2分の1。で、AEF とこの ABC が相似ということなので、相似比が
ABC と AF、これで2対1と。で、これ面積比だと、これが2乗対2乗になるので、4対1になります。ここが4分の 1S というのがわかります。なんかもうだいぶ近づいてきたような感じ。で、この AEF とこの EFC、これ、底辺が共通で、高さが同じ長さなんで、ここ同じ面積です。だからここも、4分の1です。というのがわかります。はい。で、ここが128分の 49S で、ここが4分の 1S なら、この部分ね、この部分は引き算で求めることができるね。引き算をしてみると、128分の 49S マイナス4分の 1S で、128分の 9S マイナス128分の 32S から128分の 17S。ここは128分の 17S。はい。で、もう、答えまでもうすぐですね。ここが128分の 17S というのが分かったので、この相似な図形であるこの ACD の面積も、これも、S を使って表すことができます。ね、この部分、ちょうどこれも中点を結んだ線なので、この部分は全体の4分の1ですね。4分の1。さっきと同じで、この相似比が2対1なんで面積4対1になりますから、この部分は全体の4分の1。この ACD 全体の4分の1。だから、三角形 ACD は128分の 17S×4 で、これで32分の 17S というふうに求められます。で、三角形 ABC と三角形 ACD。これの相似比。相似比は ABC の方が S で、三角形 ACD の方が32分の 17S なので、ABC が32で、ACD の方が17と、これ逆に書いた方がいい。まあいいや。で、この面積比はそのまんまここの辺の比だっていうことは冒頭で確認しました。だからこれは17対32が答えになります。はい。いかがだったでしょうか。この特に最後の問題はこの数学の図形の問題の解き方、考え方、これを分かってないと、激ムズの問題だったかなと思いますけど、このゴールの方から逆算して考えていくというやり方。この BC と AD の比は、この面積比が分かれば、それがそのまま答えになるなと考えて、じゃあこの面積比を求めるには、この ABC を S で表しているので、この ACD の方も S を使った式で表せれば、これ比が出るなというふうに考えて、で、そこにどうにか持っていこうという、そういう、考えで、この、手前の問題の EEG が128分の 49S を起点にして解いていくと、まあまあ解ける問題になるかなと思います。はい。ということで、令和7年度福井県立高校入試大問5の解説でした。ここまでご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。